深い夜、音楽学校の教室で一人の学生がピアノを弾いている。学生の周囲にはびっしりと注釈が書き込まれた楽譜が無造作に置かれている。その一枚が何かの拍子でひらりと宙に舞った。それは寒さで手がかじかむのを防ぐために置かれたストーブの前に着地する。ポウッと紙に赤い火が灯った。ピアノに熱中している学生は気づかない。同時刻、校舎の裏で影がうごめいていた。その影はゴミ山に火をつけたマッチを放り込むと逃げ去った。今日も居残りでピアノの練習をする。先生と共に究極の音楽を、真の美を奏でるためには、時間なんていくらあっても足りない。ああ、それなのに、どうして今、教室が燃えているんだろう。また夢を見てる。火事の夢。ここは学校？ダメ、逃げて。早く逃げて。こんな夜中に緊急連絡とは。なんだと？学校が燃えている！勝利の曲を奏でましょう。何度目かの火事の悪夢に、少女は消防署の仮眠室で飛び起きた。また。少女がつぶやくと同時に、出動命令のベルが鳴る。音楽学校が燃えているとの連絡に、青年講師は取るものも取りあえず、家から駆け出した。まさか。出動先は夢に見た学校だった。いつものことに少女は吐き気を覚える。どうして夢に見た場所が現場になるの？それに答えられる者は誰もいない。どうか今日は家にいてくれ。走りながら青年は学生に電話をする。しかし答える声はない。青年は仕方なく学生の家に電話をかけた。現場はすでに火に包まれていた。勢いがすごい！みんな気をつけろ！先輩の声掛けにうなずきながらも、目を走らせた少女は最上階の窓に人影を見つけた。学生の家族は言った。まだ学校から帰ってこない。と、いつものごとく居残り練習を命じていた青年の顔は一気に青ざめた。中に人がいます！叫ぶなり、少女は燃え盛る火の中に身を投じ、最上階に向けて走り出した。お願い、生きていて！学校に向かう青年の目に
夜空を焼く炎が映る。それは暴力的なまでに美しい色だった。青年は走る足を速め、すがるように叫んだ。お願いだ！生きていてくれ！火が這う校舎の中を少女はひたすらに走った。もし人が残されているのなら、絶対に助けなくてはならない。そうでないと。もしも、あの夢の通りなら、自分が放火犯だったならば、死なないで！罪に怯える少女は必死で炎の動きを読み、要救助者がいるであろう場所へと急ぐ。しかし、少女が人影を見た最上階は、すでに足を踏み入れることすらできないほどの猛火に包まれていた。気づけば辺りは火の海だった。寒さ対策のためのストーブから引火したようだ。咳込む喉が痛い。次第に体が動かなくなる。これは、まずいな。誰か、助け。お願いです。助けてください。生徒が中にいるかもしれないんです。落ち着いて！今、うちのエースが探してます。ああ、神よ。どうか。ダメ。これじゃ、中の人は、もう。ごめんなさい。勝利は美しい。焼け落ちた校舎を前に、青年は膝をついた。その背後で、少女は同僚と連絡を取り合っている。はい。死亡は1名。おそらく、学校の生徒です。現場からわかる情報をまとめ上げると、少女は呆然としている青年に目を移す。青年は、誰ともなしに語り出した。私が、居残りでピアノの練習をするよう命じたんです。あの子と共に、美しい音楽を、真の美を作り上げるために。青年の懺悔に、思わず少女の口が滑る。ピアノ。ああ。だから両手をかばうようにして倒れていたんですね。明け方の空に、青年の号泣が響いた。渦巻く炎の中で先生の姿を思い浮かべる。先生、迷惑をかけてごめんなさい。せめて先生の夢を叶えるこの手だけはこの世に残して。